今日はさつまいもドーナツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、さつまいもドーナツを作っていきたいと思います。混ぜて揚げるだけなのですごく簡単です。ドーナツの形もですね、2パターンご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、さつまいも、絹豆腐、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回はこちらの材料で作っていきたいと思います。さつまいもに関しましては今の状態で 150g になります。さつまいもの品種に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてお豆腐ですね、こちらは必ず絹豆腐を使うようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにさつまいもの皮を剥いてください。はい、このように皮を剥いたら適当にね乱切りしてください。ちょっとねさつまいもが硬いので手を怪我しないようにだけね十分に注意しましょう。だいたい一口大ぐらいの大きさにしましょう。そしたらですね、ボウルに水を張ってさつまいもを入れます。そしてこのまま5分ほどですね、水にさらしてアクを抜いてください。こうしていただくとさつまいもの変色も防ぐことができます。はい、5分経ちました。そしたら一度さっと水洗いをして水を切ってください。はい、で水を切ったら上にふんわりラップをかけて、そして1箇所ね空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で4分加熱します。はい、4分加熱しました。ボウルがねすごく熱くなってるのでやけどには注意してください。そしたらラップを外しましょう。そして一度ね竹串などで柔らかくなってるかチェックしてください。これでスーッとね竹串が通れば OK です。この時ね傾けて少し水分が出てる時はこちらはね拭き取ってください。これもね熱いのでやけどには注意しましょう。そしたらですねこのさつまいもを潰していきます。マッシャーまたはフォークなどで潰してみてください。はい、このように潰してください。そしたら続いてこの中にですねお豆腐を入れます。そのまま入れちゃって OK です。そしたらねお豆腐も潰しながらさつまいもと混ぜていきます。できるだけ滑らかになるようにしっかりめにね潰しながら混ぜてください。はい、 OK です。こんな感じでね豆腐の塊がねほとんどなくなるまでしっかりと潰しながら混ぜてください。そうしましたら続いてこちらにホットケーキミックスを加えます。振るわずにそのまま入れちゃって大丈夫です。そして今度はねゴムベラで全体を混ぜます。粉っぽさがなくなるまでね混ぜてください。ちょっとね最初は粉がね飛びやすいので静かにね混ぜていただくといいかなと思います。はい、このように粉っぽさがなくなってしっかりひとまとまりになれば OK です。生地の硬さなんですがこう指で触ってもね指にほとんどつかないぐらいの状態になってます。さつまいもの水分量によってもう少しね緩くなる場合があるんですが、このぐらいですね、ちょっとつくぐらいだったら OK です。これ以上ねとろっとした感じになってしまう時は少しねホットケーキミックスを加えて調整してみてください。ではね今からこちらを形作っていきます。今回は輪っかのドーナツとあとはまん丸のドーナツ2種類作っていきたいと思います。ではねまず輪っかのドーナツを作っていきます。輪っかのドーナツはこのようにねクッキングシートを使っていきます。だいたい 10cm×10cm ぐらいの大きさにまず切ってください。はい、このようにね輪っかにしたい分だけクッキングシートを切ってください。それではね形作っていきます。まずですね生地がくっつかないように手に薄くサラダ油を塗ってください。だいたいこのぐらいですね、直径 3cm ぐらいの生地を取ってください。そしたらですね一度丸めます。空気が入らないように丸めてください。そしたらですね平たく伸ばして、そしてこの真ん中に穴を開けます。
そしてドーナツ型にしていきましょう。このね真ん中の部分の穴なんですが、ちょっと大きめにね作っておいてください。揚げるとね膨らむので、気持ち大きめにね、だいたい2センチぐらい穴を開けてください。こんな感じです。このようにできたら、先ほど作っておいたクッキングシートの上に置きましょう。ちょっと形を整えます。輪っかのドーナツはこれで OK です。このように形作ってください。ではね、残りもあと2個ぐらいね、輪っかのドーナツを作りたいと思います。はい、輪っかのドーナツは3個作りました。こちらの個数はね、お好みの個数作ってください。それではね、残りのドーナツ生地はまん丸にしていきます。作りたい大きさよりも一回り小さいぐらいの生地を取ってください。そしてこちらを丸めます。この時もね、手に薄くサラダ油を塗ってください。はい、こんな感じで丸めてください。ではね、残りも同じように丸めていきます。もしねちょっと丸めるのが面倒な時はスプーンですくってそのままね油の中に入れていただいても OK です。はい、丸いドーナツはね6個作りました。こちらの個数は目安にしてみてください。それでは今から油で揚げていきます。ではね、フライパンを用意してください。ここにですね、そこからだいたい 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れてください。油が少なすぎると綺麗に揚がらないので、ちょっと多めの油を使っていきます。なので油の節約をしたい時は小さめのねお鍋でやっていただくといいかなと思います。はい、そしたら火にかけてこちらの油を160度ぐらいまで温めていきます。はい、それではね適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れてゆっくり菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになってれば OK です。それではね、まず輪っかの方から揚げていきます。この生地をですね下にして揚げていきましょう。やけどしないようにだけね注意してください。まずですね、このままだいたい1分ほど揚げてください。はい、で1分ほどしたらね裏返します。この時クッキングシートがもう剥がれてる時はこちらは取り除いてください。そして裏返します。よいしょ。剥がれない時はねそのままつけっぱなしでやっていただいて大丈夫です。はい、そしてこのままですね両面いい揚げ色がつくまで揚げていきましょう。トータルでねだいたい3分ほど揚げてください。裏返した後はねだいたい1分くらいはそのまま揚げていただいて、残り1分はね裏返して揚げ色を見ながら調整して揚げてください。1分経ったのであとはね揚げ具合を見ながら時折ねこのように裏返して揚げてください。はい、今ね3分揚げました。こんな感じでいい揚げ色がついてれば OK です。もしまだ揚げ色が薄い時はもう1分ぐらいね揚げてみてください。そしたら取り出します。はい、このように美味しそうに揚がってます。それでは続いてね丸い方も揚げていきます。こちらも火にかけて温度はね先ほどと同じように160度で揚げていきます。少し形を整えてやけどしないように油の中に入れましょう。はい、そしたらこちらもですねまず1分ぐらいはねこのまま揚げてください。はい、で1分ぐらいしたら裏返します。はい、そしてまたこのまま1分ほど揚げていきます。はい、でまた1分ほど経ったらあとはね転がしながらいい揚げ色がつくまで揚げてください。はい、今ね3分ほど揚げました。こんな感じでいい揚げ色がついたら取り出します。もしね生地がまだ生の状態か心配な場合は一度竹串を刺してチェックしていただくといいかなと思います。そしたら取り出します。はい、こんな感じに仕上がりました。あとはこのままだいたい3分ほどですね油を切ってください。もしここにグラニュー糖やお砂糖をトッピングしたい場合は熱々のうちにね絡めてください。はい、これでさつまいもドーナツの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらが輪っかのドーナツで、こちらがまん丸のドーナツです。最後にですね、こちら分量外ですがトッピングで粉糖をかけてます。こちらはトッピングなのでお好みでかけて召し上がってください。はい、中身はねこのようにホクホクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。
外側はすごくサクッとしてて、中はねちょっとホクッとしたふわふわな仕上がりになってます。美味しい。さつまいもの風味もあって、甘さもねさつまいもの甘みがあるので、お砂糖なしでちょうどいい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもドーナツのポイントです。まずさつまいもの種類についてなんですが、こちらをねお好みの種類を使ってください。今回私はですね、しっとり系の紅黄金という品種を使ってます。よくスーパーに売ってあるもののしっとり系だとシルクスイートなどがいいかなと思います。あとはねちょっと甘めにしたい場合は安納芋などを使っていただくといいかなと思います。そしてこちらのさつまいもはですね、皮を剥いて一口大の大きさに切ったら水の中に浸して、その後水を切って電子レンジで柔らかくなるまで加熱してください。切る大きさやあとはさつまいもの品種でも多少適正な加熱時間が変わる場合があるので、竹串がスッと通るぐらい柔らかくなるまで加熱してください。そして使うお豆腐なんですけれども、こちらはですね必ず絹豆腐を使うようにしてください。そして生地をね全部混ぜた後なんですけれども、手で形を作れないぐらいねちょっと緩くなってしまう場合もあります。それはお豆腐の水分量だったり、あとはさつまいもの水分量で変わる場合があります。なので形作れないぐらい柔らかくなってしまった時は、少しホットケーキミックスを加えて調整してみてください。ただ柔らかい状態でもスプーンですくってそのまま揚げていただいても美味しいので、形作らない場合は柔らかい状態で仕上げていただいても大丈夫です。そして形作る時のポイントです。今回は輪っかのドーナツと、あとはまん丸のドーナツ2種類ご紹介しました。どちらも簡単にできますので、お好みのものを作ってみてください。個数で言うと輪っかのものが3つ、まん丸にしたものが6つできてます。こちらの個数もね目安にしていただけたらと思います。形作る時に関しましては、手にね薄くサラダ油を塗っていただくと形作りやすいと思います。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、輪っかのものに関しましてはクッキングシートの上に乗せて生地を下にして揚げるようにしてください。途中でねクッキングシートが剥がれてくると思うので、剥がれたらねクッキングシートは取り除いてください。揚げ時間などの目安なんですが、160度の油でだいたい3分から4分ほど揚げてみてください。今回私は3分ほど揚げてるんですが、3分揚げてちょっと揚げ色が薄いなと思ったら4分ほど揚げていただいても大丈夫です。あとは油を3分ほど切って召し上がってください。今回ね上にトッピングで分量外ですが粉糖をかけてます。こちらはトッピングでちょっと雰囲気作りでかけてるので、粉糖なしでもねそのまま美味しく召し上がっていただけます。ただですね、グラニュー糖やお砂糖をまぶしたい場合は必ずドーナツが温かいうちにまぶすようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいもドーナツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。